全のマニありがとう。マニ。来ました。この企画です。インタビューしてまして、はい、4年間まずどうだったか。喋る感じ。待ってさ、こういうのさ、マジで台本用意しとかないと私無理だよ。今言った感じでいいんだよ。さっきみたいな。なんか言ったっけ？いや、わかんないけど。編集でどうにかなる。そう。なんで国系入った？国系はここに入りたくて入ったというよりかは、なんか最終的にここにたどり着いたみたいな感じ。なるほどね。こんなに素敵な人たちに会えて、なんか自分の期待以上の大学生活ができて、すごい良かった。めっちゃここに入ってよかったって思った。ここで一生の友達で出会ったし。じゃあ逆にさ、やればよかったなみたいな後悔してることある？部活やりたかった。そうなの？めっちゃっぽいよ。ラクロスめっちゃやりたかった。意外、初めて聞いた。そうだよね。そうだよね。なんで？なんかもともとスポーツするの好きだし、今日女子ラクロスすごい強いから全国に行ってるから。そうだよね。やっぱスポーツやってる人すごいかっこいいなって思うし、自分もヘルシーなだいぶ痩せ身だけどムキムキで、スポーツガールみたいになりたかったから、めっちゃそれは後悔してる。でも、後悔というかその道もあったなって思う。授業とかに打ち込みたいって思ってこっち諦めた分サークルとか学校の授業とか打ち込めて頑張れたのはすごい良かった。部活をやってたら今資格の勉強とか難しい資格してないできないじゃん。したから今の職にもなんか選択肢として入ったわけだから、そうだね。また部活やってたら違うけどそっち入ってたら全部たちとは会ってなかったかもしれない。それは悲しいかも。だって眼中として友達と見てなかったかもしれない。クラスの子たちと一生この大学生活楽しむんだっていう気持ちになってたら、自分から友達探そうって友達になりたいって言わなかったかもしれない。 DM でゆっかが友達になりたいって DM してくれたんですよ。告白して友達になったんだよね。初めてだよ、本当に告白してくれたの。嬉しかった、めっちゃ。だから私も使っていこうと思って。この技使ってください。みんな使ってください。こんなかっこいい女の子いるんだと思って。ありがとうございます。だからゆっかがさいなかったらはるかとミカルも会えなかったからしでしょ、マジで感謝してる。ほんまに感謝してます。ほんまにありがとう。京都はうちらで守ります。ほんまに心に残ってる思い出1個教えて。うちの大学生活はゼウにあって、結構歩み出したから友達の輪も広がったし、うちもそうかも。初めて学校の英語のクラス行くってなった時のゼウのっていう情景がめっちゃ浮かぶ。モデルみたいな、じゃあ記憶に残ってる。マジか、これは運命です。それで友達になりたいなって思ったから。まさか同じクラスだと思うのが嬉しいです。私うちらの出会いのことを思い出と言ってくれたのがすごく感謝ですね。何思い出は？私は選べないな。イエルゼロで最終で一緒にプレゼンしたことはやっぱ覚えてる。絶対ないと思ってたから、うちらのなんかシッピースっていう名前だったのね。なんか自分らのチームの名前呼ばれた時の歓声と鳥肌、嘘みたいな。めっちゃ記憶に残るよね。記憶に残りますね。私も2でそれだったから、そっか2で選ばれてたよね。だったからそれ本当に記憶に残ってる。クライアント誰だっけ？パーソルやすごいよね。でも全部記憶残ってるな。あともう一個どこかって思う。2年生の頃だったっけ、課題と YouTube とチャージのこともやんなきゃいけないしみたいな、疲れたって思いながら記憶になる寸前だったんだけど、涙流しながら愛したら後ろからポンポンってきて、なんだれって思ったらゆっかのチェーンっつってって心の中で泣いてた。嬉しかった、ね。だろうね。じゃあそこで思ったな。なんでこんなことでクヨクヨしてんだ。あんたは友達がいるだろう。クヨクヨしてんじゃねえよ。泣くなっていう謎のメッセージがありましたね、私の中で。ですぐ立ち直りました。嬉しい。それはこっちも嬉しいわ、その話は。大学でさ、そのゼウンとかにさ、会った時のさ、嬉しさ半端なかったよね。
急になんかパッて明るくなる周りが。わかる。あみたいな感じかで見たんだけど、たくさんの人が周りにいるからこそ自立できるんだっていう話を聞いて、いやマジでそれなっていうのはありますね。あれだわ。あ、ほんま。ちょっと待って。これから大学生になる人たちにメッセージ。やりたいこととか好きなことに打ち込むこと。代表的なモデルマジで。自分のことを好きなこととかやりたいことに打ち込んでる人すごいかっこいいなと思うし、それが将来にめっちゃ生きるし、大学生ほど時間がある日々ってないよね。ない。私なんかその一つのことにずっと打ち込んできたわけじゃないけど、でも大学生の生活の中でなんかいろんなことに挑戦してみて、これ自分が好きだなとか、これ自分あんま好きじゃないなっていうのを繰り返ししてって、やっぱ自分のことを理解するのがいい時期だなと思う。なるほどね。で謎に BL0 とか BLP ってさ、グループワーク多いじゃん。他者フィードバックみたいな、あれを通してうちのなんか知らなかった一面も知れたり、うちのキャラクターについてもっと知れたから、自分を知れる場所だったな。結局毎日楽しむことが一番だよ、本当に。課題とかやんなきゃいけない、やりたくないことをこなしつつ、これは大学生に限らずだけどね、みんな高校生も社会人もみんなだけど、そうね。会いたい人に会って食べたいもの食べて、それって頑張った分楽しくなるわけだから、毎日頑張って自分にご褒美たくさん作ってあげて、自分大事にしたいこと、それ本当は思った大学生になって、やっぱ毎日健康に楽しく過ごせるって素晴らしいことだなってめっちゃ思ったさ、なんかおばさんみたいになったけど、でもね、私も本当に思う。自分を大切にしようという体をね、自分を大切にした方がいい。なんか最近なんかインスタか YouTube ですごい輝かしい、めっちゃみんなからスポットライトを浴びれる人生を10年とか短い期間過ごすか、それとも平凡な日々を生涯80年とか生きるか、あなただったらどっちを選択しますかってなった時に、私は平凡だけど長く生きられる方がいいなって思ったの。それは人によるけどね、きっと。ゆっかはそっちよりはなんか隣に善とかいるとやっぱ自分比べちゃうし、正直比べて、あ、善こんなに進んでて頑張ってるのに、なんか私なんかレールに乗ってるなみたいな、そう思うこともめっちゃ正直あるけど、それぞれの人生だし、そう比較しちゃうとめっちゃ羨ましい。平凡でもいいから長くこう過ごせるのが今の私にとっては第一のことだなって思うからこそ、自分のことを大切にして健康にいたいし、これも触れてるけど、自分もこういう風になりたいと思ってた人がいて、私もそれをやってみたいって思ったの。4年前くらいだったんだけど、今振り返ったらそれを私ができてるから、なんかそれに対してすごく感謝。またその反面、なんかやりながら、うちはそういう人でもないのに尊敬してもらえることは、感謝でもあるけど、それってうちが欲しいこと、うちが本当に望んでることなのかなみたいなので。考えたことある。それぞれなんで、でも小さなことに幸せを見つけられたらすごい、それはね、いい人生になると思う。やっぱ人もさ、ポジションとか経験とかそれによってさ、何がいいと思うか全然違うじゃん。で少し小さなことで喜べなくなってくるし、ここまでの
か今度また話しますあーいやめっちゃいい話やった。 Say my name, kiss my name.